こんにちは。こんにちは。代々木公園店のトミーです。幡ヶ谷店のデジタルです。今日はお疲れ様です。お疲れ様です。なんか今日この2人揃うのね、珍しいよね。珍しいというか初のちょっとね、少しね緊張してるんだよな。若干謎の緊張がありますね。緊張ある。で今日は自転車をね紹介しようっていう2台紹介しようかなっていう動画を撮ろうってなって、はい、早速オールシティはい。多分今までいろんな動画僕たち、撮らせてもらってるんですけど、まあ例えばですけどマッシュとかアフィニティとか僕で言うといろいろこう説明させてもらってるんですけど、バイクチェックね。そうですね、あとどういうブランドなのかっていうのをやってきてるんですけど、オールシティって多分初めてですか？そうだね、ちゃんと紹介してることは少ないかもしれないね。なんでっていうきっかけもありつつ、あとこのオールシティの新しいフレームね、これが結構いい感じの新しいって言っても去年ぐらいですかね。そうだね、去年で新色って言った方がいいのかな。そうですね、これが今期のカラーが2色あるんですけど、それを入荷したタイミングで僕とデジさんがここ反射神経的に、そうだよね、たまたまねはい、同じタイミングで店頭用に組んだので、それを一緒に紹介できればなと思います。はい、そもそもオールシティって俺もさっきね忘れちゃってたから調べたんだけど、2009年設立だって、もう10年以上やってるっていう。そうですね、すごい。最初はねトラックバイク。そうなんですよ、そうトミーもねあれかもしれないけど。そうなんです。やっぱりこう自転車を僕選ぶ中でどういうバックボーンがあるのかなとかこう結構調べがちなんですけど、僕も一番最初オールシティを知った時はどういうメーカーかっていうのはもちろん分からなかったんですけど、よくよく調べてみたらなんとトラックバイクがルーツにあったっていうのでうおーってこうなったっていうのがあるんですけど、一時期マジで謎のなんていうの、トラックバイクでトリックする人たちがいたから、それ用のブランドフレームも作ってたりして、少し迷走期間もあったんだけど、割と最近はいろんなジャンル作るようになって、なんか裾野が広がってるじゃないけど、注目されてるようなブランドかなっていう気がするね。あとは注目すべき点でいうとサーリー、僕たちもすごい大好きなサーリーと地元が同じ。そうね、ミネアポリス。僕とかはよく兄弟って説明しちゃうんだけど、弟分的な感じのブランドかな。そうですね。で違いで言うとやっぱりそのトラックバイク乗っててもともと自転車がすごいジェフっていう人が創設者なんですけど、もともとはマウンテンバイクにルーツがあったりするような人なんで、よりこう自転車を楽しむ、サーリーってどっちかというと僕の認識で言うと、自転車で楽しむっていう、自転車でキャンプに行ったりとかっていう、自転車を使ってみたいな、その楽しみ方が大きいんじゃないかなって個人的なあれなんですけど、オールシティは乗って楽しいし、なるほどな、いろいろこう便利に使えるっていう、自転車を楽しめて自転車も使えるみたいなところが、なんか今すごい腑に落ちたわ今。本当ですか？接客されたっていうのもなんか最近僕もついにオールシティのバイクを手に入れて、エレクトリッククイーンっていうマウンテンバイクなんですけど、なんかいろいろ見てたら もちろんこれも気になったんですけど、そのジェフさんっていう人がちょっと今もうオールシティにはいないんですけど、ルーツがマウンテンバイクでトラックバイクに乗ってみたいな、そのなんだろう道筋というか、それを聞いてこの人が多分作ってる車輪間違いない臭いなっていうのと、なんかトラックバイク超いっぱい持ってるんでちょっとマウンテンバイク乗ってみようかなっていう、その感覚的なあれでジェフさんにシンパシーを感じて似ているところがあるなっていうので選んだって感じ。そうです。いいね、そういう選び方もいいよね自転車。で今日はじゃあ早速説明していきましょうか。自転車を紹介していこうかなっていう感じですね。じゃあオールシティのスーパープロフェッショナル、名前がいいねでこっちがトミーが代々木公園店に飾るようで、そうですね、こっちが展示車で組んだやつで、こっちが僕が幡ヶ谷店で展示するように組んだバイク。全然打ち合わせしてなかったんだけどちょっと似た感じになっちゃったよね。そうそう色だけどっち組みますかみたいなのだけしたんですけど、あとはもうその変に考えてとかやっちゃうと変な感じになっちゃうかもしれないっていうのをお互いやりつつ、自分がね思った通り組んだらたまたまかぶっちゃったっていう。そう、反射神経的にババッと組んだ
俺色の名前調べてないんだけど、これクイックシルバーとかこれクイックシルバーなんですよ。そう名前も熱くてなんかまたなんかこういろいろ言っちゃうんですけど、喋っといた方がいいよそういうの。クイックシルバーっていうメッセンジャーにフォーカスした映画が昔あったんですよ。ケイビン・ベーコンね。でそのクイックシルバーっていうのがその名前のあれを聞いてうわってなって、まあ、2色あるしどっち組むってデイさんが聞いてくれたんですけど、もう僕的にはもうクイックシルバー一択かなと思っちゃったっていうのがこれ組んだ理由です。でこっちはね名前ちょっと調べてくるの忘れちゃった。カーキって言ったりバジルって言ってたりするけど、まあなんかちょっとグリーンっぽいカラーリングのかっこいい、はい、やつかな。じゃあせっかくだからトミーの方から見てくれ。これいきますか、じゃあこっちのクイックシルバーの素体からですね。でなんだろう、まずスーパープロフェッショナルのフレームの説明からすると、我々どっちもシングルスピードで組んでるけど、ギアなしで組んじゃったんですけど、これがね世界初の企画というか機構なんですかね。そうオリジナルの機構らしいね。これスルーアクセルなのにチェーンが引けるっていうなんだ口で説明すると難しいね。サーリーのクロスチェックとかストラグラーとか後ろに引っ張れると思うんですけど、ギア付きでもギアなしでもなんで難しいですね説明の仕方が。トラックエンドじゃないんだけど後ろにチェーンが引っ張れるからシングルスピードにできるよっていうやつですよね。そうですね。そうですね。でディスクブレーキの自転車だとその後ろに引っ張るとブレーキの位置関係が難しくなって調子悪いから他のブランドあんまやらないんだけど、ここのエンドの形、ここのスライドでディスクブレーキもチェーンも一緒に引っ張れるからそのブレーキの調子も悪くならないよっていう作り。すげえ。そうここのエンドはそのオリジナルらしいです。なんだっけな、マスタードロップアウトって名前ついてる。ちょっとね中二感があるよね。確かにスーパープロフェッショナルでマスタードロップエンドっていう。で別売りのハンガーをこうかな、こうか、こうやってつけると、そうギア付きにもできる。ギア付きにできるっていう、すごいよねこれねマジで。あとすごいのがスルーアクセルってもう今結構主流になってきてる太いシャフトが入る規格なんですけど、それでエキセントリックエンドっていうのが初ですね。なんで我々が本当に好き系ですよね。ストラグラーとかクロスチェックとかもギアつけたり外したりもできるし、後ろに引っ張れるからシングルで組む時もすごい調子いいみたいなのがスルーアクセルでできるようになってるっていうので、どっちも美味しいっていうやつだね。ってなったらもうシングル好きの僕としてはもうシングルで組んどきたい。まあまあそうだよな。もちろんその後々ギアつけられるように、後ろのホイールのハブって真ん中の軸のところは下ごしらえ的にすぐギアつけられるようなロードバイク用のハブを使ってます。いいね。あとはもうパーツの構成なんですけど、かっこいいと思ったやつを本当にちょっといいね。やっぱシルバーのフレームにやっぱ黒いパーツ入れていくのすごいかっこいいね。でまあやっぱりその組んだら思想とかもするんですけど、そのもう直感で思ったのはかなりクイックというかレスポンスがいい。俺も思ったわ。なんですかねマッシュスチールとかあの辺のトラックバイクにちょっと近いような感じ。そうあそこまで尖ってないけどやっぱりトラックバイクがルーツにあってたくさんその自転車乗る人たちがこういっぱい考えて作ったんだろうなっていうのをこう嬉しくなっちゃうような感じの乗り心地だった。オールシティの本国サイト行くとねこのスーパープロフェッショナルのページが、アーバンクロスって書いてあって、そうだからいいよねその言葉が。要はクロスバイシクロクロスのベース車をそのアーバンに使えますよっていうコンセプトで、これ実はさなんか結構さなんかちょっと脱線しちゃうけどさ、そのシクロクロス車をさちょっと街乗り用にカスタムするってさ結構実は昔からやってるよね。そうですね。それをなんかちゃんとブランドがそれを想定して作ったみたいな、モデルだからすごいなんか我々としては親近感湧くよね。そうですね。だからやっぱそのオールシティのそのブランドのなんですかね考え方っていうのがもう名前の通りなんですけど、もう街乗るそのアーバンライダーの人たちに向けて実際に自転車乗ってる
自分たちがライダーに向けて作ってるんだよっていうのを、大きく言ってるブランドなんですけど、なんか嬉しいですよね。嬉しい。我々に対するアンサーみたいな感じそうだよでね、できたフレームみたいな感じなんで、なんでこういうそうダボ穴ってキャリアつけやすかったりもなってついてるもんね。ちょっとこれはサーリーのラックですけど、フレームのカラーにちょっと近いシルバーをあえて他ブラックですけどつけてるって感じ。早いよね。本当に一言で分かりやすく言うと早いよね。だから見た目以上に早い。早い。そう。だからそれがいいかもしれない。なんでやっぱりそのサーリーとかと比べてもちょっとクイックでよりこうスポーティーな乗り心地なんで、個人的なおすすめとしては今トラックバイク乗っててちょっとギア付きの自転車とか気になるなとか、シクロクロスやってみたいなっていう人にちょっと選んでほしい。そうね、次もし新しい自転車に乗るんだったら選んでほしいかなっていうので、かなりトラックバイクっぽいアッセンブルで組んだつもりではいます。一応さ、なんか 650B っていうホイールとさ 700C がコンパチのフレームなんだけどさ、やっぱ 700C で組んだのはやっぱトラックバイクを意識して。そうだよね。そうだ。ちょっとこうギュッと見えるし、結構太いね。 42C。 おお、そんな太さまで入るんですね。いいね。まだまだ余裕はありそう。そうかそうか。本当に直感的に組んだ。なんかトミーっぽいわ。いいね。こういう色のグリップを差し色に入れてくるのは本当トミー自転車組むの上手だなと思うから、なんかちょっとねあれだけどね、なんかいつも参考になるというか手本にもなるから、いいと思います。あんまし偉そうに言うのもあれですけど。いやかっこいい。ちょっとたくさん褒めてもらってあれなんですけど、次はデイさんが組んだバイクでもみたいな。僕結構じゃあこっちが僕が組んだバイクで、ちなみにそうだ、ごめんトミーこれサイズいくつ？これ4級です。4級。トミーの身長で4級？4級です。もうこのサドルハイトでいけます。本当？身長いくつだっけ？僕166です。なるほどなるほど。じゃあ166からぐらいの方か。そうですね、166ぐらい170手前ぐらいまでの方だったら全然。俺163センチなんだけど、多分4級ちょっと大きいのよ。だからちょっと僕よりちょい高ぐらいで170前半ぐらいの方は4級かなっていう感じでね。あと700のホイール履いてるんで結構自転車がでかく見える。そうね。そう、ヘッドも長いし。せっかくサイズ違いで組んだんで。そうですね。で僕のは520。52っていうサイズだから、明らかに僕が乗るんだったら大きいんで、173子からぐらいの方かなっていうイメージかな。そんなとこ。はい、かっこいい。ありがとうございます。僕もシングルスピードでトミーとの共通点はシングルスピードで組みました、700C で組みましたっていう感じかな。で、なんか自分の通勤が7、8キロなんだけど、自分が通勤で使うんだったらこんな感じかなっていうのをイメージして組みました。で、僕びっくりされるんですけど、いつも通勤手ぶらなんですよ。マジっすか？そう手ぶらだから、ラックとかはなしでいいその潔さがいいですね。で逆にやっぱ雨の日とかこれから梅雨時期で、雨も降ること多そうだからフェンダーは取り付けました。やっぱフェンダーもつけれるっていうのが、フェンダーつけれるの熱いっす。そうだよね。でね、さっき話したアーバンクロスっていうところにも書いてあるんだけど、もう一個ね、なんかスローガンコンセプトみたいなのがあって、エレガントスーパーコミューターっていう、これまたちょっと中二っぽい感じだから、要はトミーみたいにラックもつけて、フェンダーもつけれるスーパーコミューターバイク。なおかつなんか多分フレームの装飾とかが、我々こだわって作ってるよ、エレガントでしょっていうことだと思います。ちょっとそこは僕勉強不足でしたね。さっきトミーがすごい話してくれたけど、やっぱジェフって人はアメリカのハンドメイドのバイクブランドにもすごい影響を受けてたりとかするから、なんかそういうフレームのこういう細かいところ、スーパープロフェッショナルな話すると、どうしても僕この前チューヤンさんのバイクチェックでも話しちゃったんで、ここのフォークの肩の部分がね、すごい特徴的で、これそうこれなんかね、昔のリッチーのプロトタイプを参考にしてるらしくて、でこれで後でサブちゃんにつけといてもらおうかなと思うんだけど、多分ね3年ぐらい前のラダビスタの記事がね、面白い記事あるから、ちょっとそれ読めるようになんかリンクとか貼っといてもらおうかな。嬉しいですね。そうなんかね、ジェフとね
トム・リッチーさんがお話ししてて、でね、なんかリベンデルのボスのグラントさんの名前とかも出てくるの。だからその記事はちょっと見てもらうと面白いかも。やばい。っていうので、やっぱそういうところ使うと、リッチーのパーツちょっと使いたくなるっていう感じで、ハンドルだけリッチーのパーツで使ってます。いいですね。でその通勤で使いたかったんで、僕は 36C、フェンダーとの兼ね前もあるので、36C のツルットタイヤ、より僕が組んだやつよりも軽快な感じですね。ただやっぱロードバイクとかぐらいまで補足しちゃうと通勤でちょっと乗り心地悪いから、でブロックがついちゃうと転がり悪いから、つるっとしてちょっとエアボリュームのあるっていうタイヤを選んでます。そんなとこかな。こだわり点というのはあんましそんぐらいかな。マジでギア付きで組もうか悩んだんだけど、なんかそのどっかでやっぱ僕もオールシティってなんかシングルスピードっていうイメージがあるから、シングルスピードで組んだっていうのが正直なところかな。いいっすね。あとこのフレームだとフェンダーついててシングルスピードって結構その後ろに引っ張る機構がちょっと邪魔しちゃってメンテナンス性が悪いんですけど、これスローアクセルなんで下にストンと乗せるんで、その話ずっとドビとしたかった今日。メカニック目線としてもこれ説明して分かるから、一回ここの位置出しちゃえばチェーンがよっぽど伸びない限り下に落ちるから、なんつうの、はめる時もチェーンをこうグッて後ろに引っ張る動作しなくていいんだよね。なんでここのクリアランスを気にしなくてほぼいいみたいな。だからそのギア付きとシングルでどっちも組めますよりそれの恩恵がでかいよね、このエンドってね。そうですね。でこれ組んだことある人だったら多分みんなうんうんって言ってくれると思うんだけど、その話をねしたかった。よかった。危ね。そんなとこか。色かっこいいな。ここも真っ白じゃなくてちょっとアイボリーっぽいメタリックの白みたいな感じで。最近のオールシティだと珍しいですね、こういう単色系というか色。最近のやつ多いじゃないですか、スプラッシュとか、すごめの色が。やっぱこの辺のなんかね、俺も金子さんに教えてもらったんだけど、こういうなんか昔よく見た昔の自転車とかによくあるこの白の塗り分けのことを、そのジェフとかは金子さんジェフ本人に会ったことあるんだけど、なんかねホワイトソックスとかってなって白い靴下っていちいちおしゃれですよね。確かに。そうだからこういうのをなんか本当かどうか金子さんに騙されたかどうかわかんないけど、ホワイトソックスっていうらしくて、いいよね。この胴抜きの感じとかね。かっこいい。それこそ組むってなった時に金子さんが行った時のブログとか読み直しました。そうね、それもぜひみんな見てもらうと面白いかもしれない。これ別に YouTube で撮ってみんなに乗ってほしいっていうわけじゃないけど、ちょっと欲しいよね。俺ちょっと欲しい。ちょっと僕も乗ってみてその乗り心地もうちょっともっさりしてるかなと思ったんですけど、なんかそのトラックバイクに近い、あんなに尖ってはないけど、なんかその軽快に乗れる感じが、さっきそのデイさんが言ってくれたエレガントにアーバンライドできるっていうのが結構納得できるような感じが、ちょっとマジで考えてる。ちょっとマジで考えてるわ。なんでこの新色がブルーラグにももちろん入荷してるから、オンラインストアとか興味ある方とかは代々木公園店と幡ヶ谷店にサイズちょっと違うのが現物あるから、ぜひまたがってもらったりとかしてできるよっていう感じですかね。いいな、かっこいいな、フェンダーいいな。そうね。なんでちょっと僕は別でこの動画以外に自分の自転車も含めてバイクチェックをブログで用意してるんで、トミーのエレクトリッククイーンも気になるわ。前の動画とかでライドしてるやつとかチラ見せしてるんですけど、しっかり写真で残してもらってるんで、それもお楽しみにって感じで。はい。じゃあ今日はトミーに誘われての撮影だったんですけど、ありがとうございました。本当にありがとうございます。嬉しい。